さて、総合文化祭も無事に終わり、俺たち NRC トライブも解散したわけだが。ビルは解散ではなく凍結という選択をしたのさ。表現は別に何でも構いません。それにしても突然元 NRC トライブは放課後オンボロ寮に全員集合だなんて何かあったのかビル。みんな集まってくれてありがとう。グリムがいないけど今は仕方ないわね。今日はみんなに大切な話があるの。まずはボーカル&ダンスチャンピオンシップ当日の件、みんなの信頼を裏切る行為をしてしまったことを謝罪させて。負けを悟ってライバルに呪いをかけようとするだなんて世界で一番醜い行為だったと反省してる。本当にごめんなさい。あのフィルさんが深々と頭を下げるなんて。でも呪いに関しては未遂に終わった話でしょ。そうだよ。お前はネージを傷つけてなんかない。それは止めてくれたルークやカリム、あんたたちみんながいてくれたからよ。でもそんなあんたたちをオーバーブロッドした私は傷つけた。もしかしたら私もあんたたちも命を落としていたかもしれない。魔力が尽きるほど戦い抜いた後でのステージ、どれほどの気力があったって練習したパフォーマンスの 100% を発揮できたとは思えない。そんなことね。あのステージは今までで最高だったはずです。そうですよ。シェーンハイト先輩だって僕たちだって今までで最高の力を出し切れた。でもその最高って俺らの主観だけどね。お前またそんなことを。生死をかけた戦いを乗り越えて超ラッキーにもマレウス先輩にステージ修復してもらって全力でラストまで踊り切った。マジですごかったし、俺だって最高のステージだったと思ってる。でも演者の満足感は観客の満足感とイコールではないということだな。それはエースとジャミルの言う通りよ。後から収録された映像を冷静に見れば見るほど私たちが普段の実力の半分も発揮できなかったことがわかる。ずれるポジショニング、上がりきらない足、ばらつく指先、あんな激しい戦いの後なんだから当然よ。全力だった。でも万全じゃなかった。私はあんたたちメンバーを万全な状態でステージに送り出すことができなかった。VDC で優勝できなかったのは私のせい。本当にリーダー失格よ。ビル先輩のおっしゃりたいことは分かります。しかし VDC の練習中にも話題に上がりましたが、大会当日のパフォーマンスの出来以前にネージュたちの世間からの好感度は相当なものです。たとえ俺たちが万全な状態だったとしてステージで全力が出せたとは限らない。そして万全な状態での全力を出せても優勝できたかどうかは分かりません。好感度というものは努力や実力では埋めがたいものですから。ジャミルの言う通りだ。だからそんなにビルばっかが責任感じる必要ねえって。そうね。でもネージたちにはネージたちなりの努力や苦労がなかったわけじゃないはず。私も彼らのパフォーマンスを見た瞬間、動揺して強い否定の言葉を使ってしまったけど、大衆性を備え万人を取り込む努力と技術を研鑽し万人を圧倒する努力はどちらも等しく努力。私たちと彼らは努力の方向が違っただけ。そもそも
ネージたちがどんな努力をしたか。あんたたちは知らないでしょ？どういうことですか？最初に私とネージが共演した時、ネージはいつも家の掃除をしなくちゃと言って残ってレッスンをする私より先に帰った。私はそれが腹立たしくて仕方がなかった。彼が才能に甘えた人間だと思えたから。でもある時知ったの。ネージは VDC に一緒に出演していたドワーフたちと一緒に暮らしていたそうよ。子役として私と出会う前からずっと彼らだけで肩を寄せ合い支え合いながら。子役時代からずっとあのメンツでですか？ええ、詳しい事情は知らないけれどね。家事をしてレッスンに通って、そしてまた家事をして合間を縫って家で練習をして。でもネージは腐らず、いつも明るく口笛を吹くような調子でおはようございますと挨拶をしていた。それがどれだけ大変なことか私にはわからないわ。だって経験したことがないもの。それは。そしてネージは自らの経歴についてメディアで一切語ったことはない。でもルークはこの話知っていたんでしょ？ああ、ロワ・ドゥ・ネージュの一番の魅力はあの愛らしい笑顔。だがそれは数々の苦難を乗り越えてのもの。だからこそ人々はあの笑顔に魅了されるんだろう。そして彼はギャランティーのほとんどをボランティア団体に寄付しているとも言われている。よくそこまで知っていたわね。それも一般公開はされていない情報のはずだけれど。コアなファンの間では有名な話さ。そう、 VDC の優勝賞金も全額寄付されたと人づてに聞いたわ。世界中の未来ある子供たちのためにね。あいつらにそんな事情があったなんて。ほらご覧なさい。もし VDC 以前にネージの生い立ちを知っていたら、あんたたちはステージ上で全力で戦い自分のチームに投票できた？同情というフィルターを通さずネージたちのパフォーマンスだけを評価できた？他のメンバーはさておき、カリムには無理だったでしょうね。いや、そんなことは。わかんね俺は気にせず自分に投票できたけどね。だって VDC は過去の苦労のデカさを比べる大会じゃなくてパフォーマンスを競う大会でしょ。そう、あんたはよくわかってるわね。私もあんたたちもそしてネージュも舞台に立つ者全員がそれぞれの物語を背負っている。だからこそ舞台はエンターテイメントの世界は結果こそが全て。NRC トライブはロイヤルソードアカデミーにパフォーマンスで負けた。ただそれだけの話。そしてその結果に影響を与えた私の罪は計り知れないと思ってる。だから償わせてほしい。VDC のメンバー募集のポスターに書いてあったこと覚えてる？確かプロデビューのチャンスありってことと、賞金500万マドルをメンバーに山分けでしたっけ？そう。その煽り文句でメンバーを募集した。だから私のせいで逃した優勝賞金500万マドルを私が払わせてもらう。そったのいらねじゃよ。トレーニングによる約1ヶ月のスケジュール拘束と出演料、ギャラと考えればありえない金額でもないわ。でも私の気持ちをお金で買おうとしないでなんてマネージャーに言っておきながら、償う方法がこれしか思いつかないのはお笑い草だけど、このままじゃ私が前に進めない。
どうか私のためにも受け取ってほしい。よし。わかった。そのギャラ受け取るぜ。カリム。言っとくけど、俺は負けた責任がビルにあるなんてちっとも思ってないからな。でもこれでビルが自分の心にけじめをつけて前に進めるってんなら、俺は受け取る。で俺は受け取ったギャラを全部オンボロ寮に寄付するぜ。またお前はネージュの話に感化されたか？そういうわけじゃなくて、いや、そうといえばそうかも。オンボロ寮での合宿中、俺すげえびっくりしたんだ。本当にいろんなとこがボロくてさ。シャワーからお湯が出ない時はあるわ。雨漏りはするわ。隙間風は入ってくるわ。俺あんなの生まれて初めてだったぜ。オンボロ寮の名は伊達じゃねえなってな。はっは。確かにそれは否定はしない。監督生にもここに住んでるゴーストたちにも合宿中には世話になった。何より俺がオンボロ寮での合宿すっげえ楽しかったんだ。だから感謝の気持ちを込めてオンボロ寮をきれいにしたい。俺がもらったギャラなんだ。使い道は自由だろ。ロアドゥール、君は本当に黄金の名にふさわしい心の持ち主だね。主人の行為を従者が無下にするわけにはいかないな。俺もギャラとしてその金を受け取ります。その上でオンボロ寮に寄付する。元より金なんておまけみたいなものだ。僕はウィルさんと約束したのに、愛らしさでネージュに勝てなかった。約束を果たせなかったのに、自分のためのギャラなんてもらえない。でもウィルさんの気持ちも近くで見てたから痛いほどわかるんだ。だからお金はもらう。そして僕もオンボロ寮に全部寄付する。きれいにしてグリム君が帰ってきた時にびっくりさせたいしね。みんなしてそういう空気作る？ギャラがあれば家計が楽に。でも俺はもらうぜ。くれるってんなら遠慮なくいただきます。めちゃきついことやらされたわけだし、新しい靴とか服とか欲しいと思ってたし。僕もいや、でもやっぱり僕は。でーせ、いいこぶって無理すんのやめろって。第一、俺ら最初から賞金目当てで参加したんじゃん。なんでここで遠慮するわけ？それは。でもデュース、寄付という行為は同調圧力でするものじゃないわ。私の失態はこんな方法で償いきれないことは分かってるけど、私は最初に賞金の山分けという言葉で参加者を募った。だからこれが今の私にできる最大限の誠意。あんたたちに命を救われたの。胸を張って受け取ってちょうだい。わかりました。ありがとうございます。私の話ちゃんと聞いてた？お礼を言う必要はないわ。私の分も約束通りオンボロ寮に寄付させてもらうよ。共に汗を流すあの美しい時間を過ごせただけで私にとっては十分すぎるほどの価値がある。これ以上はもらいすぎさ。おお、それだけの予算があればいろんなとこが直せるんじゃねえか。雨漏りの修理は当然として、色あせてる壁紙やカーテンも取り替えたいよな。何より今のままじゃ地味すぎる。それからソファーの布も張り替えようぜ。いや、水回りやガス、ライフラインの整備が先決だろ
まずは予算内で修理箇所の優先順位をしっかり決めないと。素敵なリフォームになりそうだね。俺のギャラは寄付してやんないけど、グリムが戻ってきたら2人に学食でスペシャルランチくらいはおごってやるよ。だな。カフェラテとデザートもつけてやる。